こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は5月前半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと5月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。モータースライス5月5日発売。発売日初日からゲームパスに対応しています。終末世界を舞台にしたアニメ調のグラフィックが特徴のパルクールアクションゲームです。本作では大型のチェーンソーを振り回して敵を倒したり、壁走りやクライミングなどのアクションを利用してステージを攻略していくこととなります。戦闘面ではハイスピードで苛烈な通常の敵とのバトルの他にも重量のある大型のボスとの戦闘も存在。世界観もアクションもとっても魅力的な作品ですね。ワイルドゲート5月6日からゲームパスに対応します。最大20人でのマルチプレイに対応した PVPVE のシューティングゲームです。本作では宇宙船での戦闘と一人称視点の FPS を組み合わせており、オンラインで他のプレイヤーたちと手を組んだり戦ったりしながら宇宙に存在する異物を争奪し合うこととなります。シー・オブ・シーブスの宇宙版って感じ。かつ、もともとオーバーウォッチを手掛けてきたブリザードの開発者が携わっているということもあって、操作性も良好な印象です。日本語音声にも対応していますし、ゲームパス対応を機に人口が増えるといいなと思いますね。弁天パワートリップ5月6日からゲームパスに対応します。海外アニメを題材にした 3D のアクションゲームです。昨年8月をもってゲームパスから外れていましたが、再び追加される形となりますね。ローカル2人協力プレイで遊ぶこともでき、様々なアクションを利用して敵たちを撃破していく作品となっています。ミックステープ5月7日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。2021年に発売され、過去にゲームパスにも対応していた The Artful Escape の開発元が手掛ける新作です。今作は3人の友達同士の青春物語が描かれていくナラティブ型のアドベンチャーゲームとなっていて、ゲームプレイを通じながら彼らの思い出を追体験していくこととなります。思い出の中では実際に彼らを操作し、スケートボードでのアクションやショッピングカートとともに突っ走るような場面も存在し、没入感のある作りになっているとのことです。また本作には1970年代から90年代の時代を象徴する音楽も多数収録されており、ゲームの場面に合わせて曲が変わる、まさしくミックステープのような体験ができると明かされています。アウトバウンド5月11日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。こちらは以前期待作としてご紹介した作品ですが、Day1 でゲームパスに追加されることとなりましたね。本作は敵のいない世界を舞台に自分だけのキャンピングカーで生活していくオープンワールドクラフトゲームです。本作ではマップを探索しながら入手した素材を使って様々なツールを作ったり、料理なんかも行うことが可能。さらに最大4人の協力プレイにも対応していて、フレンドと一緒にゆるっとしたサバイバルを楽しむことが可能となっています。仲間内でワイワイ遊ぶのにぴったりな作品となりますね。ブラックジャケット5月12日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。トランプゲームのブラックジャックを題材にしたデッキ構築型のローグライクゲームです。本作には通常のトランプカードだけでなく、様々な特殊能力を持つカードが存在しており、その特殊なカードでデッキを強化しながら、手持ちカードの合計数値を21にすることを目指していきます。プレイするたびに無限に近いカードの組み合わせが存在し、戦略性とリプレイ性の高いタイトルになっているとのことです。こちらはクラウドでのプレイに適した作品となりそうですね。エリートデンジャラス5月12日からゲームパスに対応します。広大な宇宙を舞台にしたオープンワールドのフライトシミュレーションゲームです。本作に関しては日本未発売、かつ日本語には未対応なので、ゲームパスでも海外のみで配信されるかと思います。コールオブザエルダーゴッツ5月12日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。
6年前にリリースされたコールオブザシーの続編となる作品です。前作も過去にゲームパスに対応していたので、2作連続で追加される形になりますね。今回も前作同様、一人称視点のミステリーアドベンチャーゲームとなっていながらも、アンリアルエンジン5を用いることによってグラフィックが全面的に強化。さらにパズルや謎解きもより深みを増していると明かされています。また今作では主人公が2人組となっており、2人のキャラを使い分けることによって攻略の糸口がつかめるようになっているとのことです。前作からどのくらいパワーアップしているのかも注目の作品ですね。サブノーティカ2、5月14日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。水の惑星を舞台にしたサバイバルアクションゲームです。過去にも1とその続編、ビローゼロの2作もゲームパスに対応していましたね。今回の2では1作目のプレイ感に近いような手触りを目指しつつ、様々な改良や新たな要素を追加していて、探索や発見を楽しめる作品になっていると明かされています。また、シリーズでは初となるオンライン協力プレイも導入され、最大4人でのプレイが可能に、友達と一緒に探索や拠点作りを楽しむことができますね。なお、今作は発売時点ではゲームプレビュー版としてリリースされることが決まっており、発売以降は継続的なアップデートが行われます。製品版のリリースは2、3年後になるとも公表されています。サブノーティカで協力プレイができるのはすごく楽しみですね。フォルツァホライゾン6、5月19日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルです。前作から実に約5年ぶりとなる日本を舞台にしたフォルツァホライゾン最新作ですね。本作はリアルに再現された日本の様々な名所を自由に走行することができるオープンワールドドライブゲームです。先日私、先行体験イベントにご招待いただき、一足早く今作を触ってきたのですが、本当にもうフォルツァホライゾンで日本を自由に駆け巡れるって夢にまで見たような体験で、これまでのシリーズも走っているだけで気持ちよくって楽しかったのに、なおかつ日本の見慣れた土地や道路を走行できるなんて本当に最高の体験でした。本作が発表されたのは昨年の秋だったので、発表から約半年ほどでもう発売されるっていうのは未だに実感がないですね。ちなみに今作にはプレミアムアップグレードバンドルも存在しており、こちらは定価8400円で販売中です。このバンドルには今後リリースされる拡張パック2つと30台の最新の車、ゲーム内の報酬が永久に倍になる VIP メンバーシップ、さらに発売日よりも4日早く本作をプレイすることができる早期アクセスなどが含まれます。ゲームパスに加入されている方の場合は、ゲーム本編はゲームパスで遊べるため、このプレミアムアップグレードバンドルを購入すれば、早期アクセスを含めた様々な特典を得ることができます。少しでも早く今作を遊びたいという方は検討してみてはいかがでしょうか。また4月30日からはインコンビニがゲームパスにサプライズ追加されています。1990年代の日本のコンビニを舞台にしていて、昔のレトロな雰囲気を楽しめるような作品となっています。お菓子とかジュースなんかは今でもよく見るようなものが出てくるので、見てて楽しい感じがしますね。あと作中にはオリジナルの文字が登場するんだけど、うまく読めそうで読めないような日本っぽい文字が用いられているとのことです。気になる方はぜひまったりとしたコンビニ業務を楽しんでみてはいかがでしょうか。さらにホイールワールド、ディセンダーズネクスト、ウーちゃん、フォールンフェザーズ、ドゥーム・ザ・ダークエイジスの4本が5月前半から新たにゲームパスプレミアムに対応します。ゲームパスアルティメットが値下げされた今、プレミアムに加入されている方にはアルティメットの方をおすすめしますが、これらの作品をまだ未プレイだった方は試してみてはいかがでしょうか。ここからは5月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ゴーメカボール
追加から2年4ヶ月で終了となります。転がったり飛んだり跳ねたりなど、ボールの動きを巧みに利用して敵を倒していく見下ろし視点のローグライトアクションゲームです。テンポのいい操作性が魅力となっていて、様々なアップグレードを取得しながらステージを攻略したり、巨大なボスとの戦闘を楽しむことができる作品となっていますよ。ギャラクティケア、追加から2年で終了です。宇宙に存在する病院を舞台に様々な病人の治療を行っていくシミュレーションゲームです。病院内はアップグレードを行うことで新たな設備を導入することができるような作りになっています。また今作には人間だけではなく動物や惑星そのものなど宇宙スケールの患者たちが登場。それぞれに適切な処置を行い銀河を救っていくのが今作の目的となっています。パウパトロールレスキューウィールチャンピオンレース、こちらは追加から3ヶ月で終了となります。2025年にリリースされたパウパトのレースゲームです。ゲームパスへの追加は今年の2月でしたが、早くも外れる形となりますね。ローカルでなら2人で楽しむこともできますよ。フレブラ&ザ・ソウル・オブ・リンボー、追加から1年で終了です。ペーパークラフトのような独特な世界観を舞台にした 3D のアドベンチャーゲームです。本作では住人との会話を通じてこの世界の謎を解き明かしていくこととなります。ただ残念ながら日本語には未対応となっています。プラネット・オブ・ラナ、追加から3年で終了となります。幻想的な世界を冒険していく横スクロールのアクションアドベンチャーゲームです。今年の3月には続編の2がリリースされ、発売日初日からゲームパスにも対応している作品ですね。本作は基本的にはパズルの要素がメインとなっていて、相棒の不思議な生物ムイと共に美しい世界を探索していくこととなります。雰囲気がとってもいい作品で、ボリュームはかなりコンパクトなので、未プレイの方は触ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回は5月前半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと、5月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、それとレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録や高評価していただけるととても嬉しいです。あと X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。